それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズです。あの人が昨夜あなたのことで考えていたことについて見ていきます。よろしくお願いします。まずはロマンスエンジェルカードから見ていきましょう。1枚テーマになるようなものをもらっていきます。お相手が今あなたのことでどんなことを考えているのか、ラブロマンス見ていきましょう。1枚もらっていきます。はい、お相手の妄想です。わあ、すごく情熱的ねえ、すごいですね。これはまずあなた自身を愛してくださいっていうカードですが、すごく情熱的ですよね。自分も好きだし、あなたのことも愛してるし、なんかね、ラブラブっていうのがね、伝わってきますね。真実の愛を紡いでいくためには、自分たちを尊重したいっていうことも真面目に伝えてきてくれてると思うし、こうやってギュッとしたいっていうのもあるんじゃないかなと思います。お相手の妄想では、続いてタロットカードからもらっていきます。今回7枚カードを出していきます。お相手の妄想見ていきましょう。そうですね、どんな妄想をしているのか、そしてあなたのことに対してどんなことを考えているのか、また好きなお相手からのメッセージとしても最後に1枚もらっていこうと思います。これ1枚ジャンピング採用していきます。後で最後にめくっていきましょう。ジャンピング以外で7枚出していきます。今回、選択肢ごとにタロットカード変えています。珍しく選択肢にタロットカードと選択肢のオラクルカードを2種類ずつ出しさせていただきました。では7枚出していって、そしてジャンピングは後で見ていきましょう。では、そうですね、まずペンタクル10、ソードのナイト、そしてソードのキング、こちらがソードのページ、助教皇のカード、そしてペンタクルの4番、そしてこちらがフールとしてもらっていきます。そうですね、では見ていきましょう。お相手のまず妄想ね、どんな感じであなたと愛を紡ぐ夜になっていくのかって言ったら、かなり鋭いし勢いがあるという感じですね。大きな技を何度も繰り出すような、一晩を妄想されてるんじゃないかなと思います。まず始まりはアットホームなんですね。どちらかのお家の中っていうのをイメージされてるんじゃないかなと思うんです。そうですね、お相手の家にあなたを招いて、ゆっくりとくつろいでリラックスして、そんな団らんを過ごした後に始まっていくっていうようなね、妄想されています。いいですね。まずアットホームに仲良くやっていきながら、そしてそこから始まっていくんだっていう風に。ただその後ね、その最中とか、じゃあその2人の愛が紡がれた後はどうなるのかっていう風に見ていくと、かなり勢いがあります。アットホーム円満なムードから一変して、今度はこのお相手があなたに果敢に攻めていくっていうような最中になっていきます。まっすぐストレートですね。ストレート勝負でやってくるスピード感とか、あといろいろと速いんじゃないかなと思います。技を繰り出すのが速いとか、その技にも勢いがあるので、あなたも胸をズッキュンと貫かれるようなお気持ちにもなると思う。で、ちょこちょこ間にトークを挟んでくるような感じもします。すごくいいですね。あっという間に愛されてしまった夜みたいなね、そんな風に感じるかもしれません。勢いがとにかくありますね。そしてこの愛し抜いた後っていうの、お相手はかなり自信持って満足しているし、自分自身もで、あなたのことも満足させてあげられたんじゃないかってことで、2人の信頼関係がより強固になったんじゃないかとか、そういう確信っていうのを持たれています。この一連の流れで自分に自信がついたし、2人の仲も確固たるものになったし、より絆が強まって
大変満足ですっていうのが出てきていますね。こんな妄想をしています。つまりは自分がリードを取って優先してやっていって、そうですね、あなたをエスコートしてバチッと決めたいっていうのがね、お相手の妄想として入っています。ではこの後ね、この愛している最中のあなたってじゃあどんな感じっていうと、あなたもね同じソードの属性で入ってきているので、あなたもねやりますよっていうのがね、お相手のあくまで妄想なんですけど、2人で楽しくやっていきたい、愛し抜いていきたいなっていうところで、スピード感、テンポ感とか、あとタイミングとかもそうですよね。相性っていうところもすごくいいと思うんですね。お相手に導かれてお互いの相性を確認し合えるような、あなたからのレスポンス、反応っていうのもいいよっていう風にお相手の妄想の中で入っています。2人のねこうやって流れていきたい、こうしていきたいとかね、その順序とかそういうのも合致しているような、お相手の中ではそんな妄想をされています。いいですね。そしてこの一連の流れに対して自分自身の期待もしくは恐れっていうところにペンタクル4番入っています。つまりもうあなたを離したくないとか、その1回だけじゃなくて、ずっとねあなたをギュッとしていたいとか、そういうことが入ってくるかな。一晩というね時間、半日という時間だとしたら、もう目いっぱい自分のところ、両手の中にギュッてしておきたいんだっていうお相手のこだわりっていうのが見えています。技とかに対してもこだわっているところがあるかもしれないですね。こんな順番でこんな風にやっていきたい、こんな技を出したいとか、自分のとっておきはこれなんだみたいな、そんな匠の技を持ち合わせていると思います。かなりねこだわりがあるので、流れだったりとかね、どんな風に誘うかとかっていうのもこの人なりに考えているところがあるんじゃないかなと思いました。はい、そしてそうですね、お相手のその最中のお気持ちっていうところなんですけど、精神性を高めていきたいっていうのがあるから、あなたと一つになることによってより愛情が結ばれる、気持ちを通い合わせることができるとか、でもね自分が攻めてもそれでもまだ発掘しきれないあなたの魅力っていうのが溢れてるんだっていう風にお相手からのメッセージで伝わってくるんです。そして最後にお相手からのメッセージとしてはこちらのカードですね、フールのカードです。最後お相手からじゃああなたに何を伝えたいのかっていうと、もっと気楽に構えていてとか、そうですね、そして結ばれた後っていうのは自由に心を解放させてすがすがしく朝を迎えようとかね、さあこれから新しい旅の始まりだっていう風に、いやもう十分戦い抜いたんだけどね、ここからまたさらに新しい世界作り上げていくんだとか、いや本当にすがすがしい朝を迎えるんじゃないかなっていう風にね、お相手の気持ちよさ、心地よさ、そんな気持ちがあなたに今伝えたいよっていう風に入ってきます。そしてお相手からのメッセージとして、あなたがもし今自信をなくしていたり、自分自身の中でどうしよう自信がないって思うことがあるんだったら、まず自分を大切にしてっていうメッセージも入っています。早くあなたに会いたいよ、抱きたいよとか、そういうことも入ってくるんですけど、あなた自身が今心の中がんじがらめになってるんじゃないのとか、我慢してることあるとか、制限かけてるんじゃないかっていう風なね心配もしています。だとしたらあなたにはもっと自由に羽ばたいてほしい、そんなお相手からのメッセージも入っていました。そしてジャンピングのカードを見ていきましょう。ジャンピングのカード、カップの9です。はい、これはあなたの夢、そしてお相手の願望でもありますね。今この妄想がやがて現実化するんじゃないかっていうことでウィッシュカード入ってきました。素晴らしい。はい、今叶わないんじゃないかとか、まだ先なんじゃないかとか、少し難しいかなとかって思ってる方、安心してください。現実になっていくよっていう風に言われています。またもうすでに肌重ね合ってるんですっていう方については、あなたの思い描いている理想の形に近いような流れに近々なっていくよっていうのが出てますから、どんな風にお相手に導いてほしいのかとか、例えば自分がリードしたいのかとか、そういうことをお相手に素直に伝えていくといいのではないかと思います。
はい、そしてあとはお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきましょう。これね、すっごくシンプルなんですよ。愛、はい、この2文字につきます。愛を歌いましょう。あなたのお相手に対する愛を歌う、愛を歌う人っていう風に聞いたことありますか？あなたの伝え方で愛を歌うなので、ポエムにしたりとか作品にすることでもいいんですよ。表現、いろんな表現があると思う。で、あなたの愛を歌ってくださいって言われてるんです。はい、なので、ラブソングを歌ってもいいですし、今の自分の気持ちを歌に乗せて何か表現してもいいし、楽器で奏でてもいいですし、言葉としてトークで伝えてもいいし、文章に綴ったりしてもいいです。あなたの愛を歌っていきましょうっていうカードです。このシンプルなメッセージをお受け取りください。そして自分は愛されてるんだっていう自信もね、持ってくださいねっていうメッセージでした。はい、今回はお相手の夜の妄想、昨夜あなたのことについて妄想していたこと、どんなことなのっていうことを見ていきましたね。カップの9入っていますから、うまくいかないなと思っていることも逆転して願いが叶っていく方に流れていくと思います。ぜひ楽しみにしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズ。あの人があなたのことで昨晩考えていたことについて見ていきます。よろしくお願いします。まずはロマンスエンジェルカード、今回使っていきます。お相手の妄想、タイトルというかテーマをもらっていきましょう。失礼しました。一度しまっていきます。もう一度切り直していきます。今回初めての試みだと思うんですが、タロットカード初めてじゃないかもしれない、知れないんですが、選択肢ごとにタロットカードを変えています。2番の方はこちらのタロットカードで見ていきます。はい、ではお相手の妄想、あなたのことでどんなことを妄想していたのか。はい、ラブロマンステーマこちらです。このカードは、何かね、胸の中のときめき、胸の高鳴りだったりとか、あとそうですね、なんか心の中の、静かなる変化、なんか胸の中で変わったことがあった、お相手の中の心境が変わったとか、あとは込められている気持ちですねっていうところを表しているんじゃないかなと思います。あなたと寄り添っていて何かを見つめている静かなる愛っていうのを感じますし、このお相手の中の奥底に燃えるような愛情が眠っていたりとか、ね、そういうところも感じますね。ただ優しくあなたの肩を抱き寄せているので、穏やかに過ごしたいとか情熱的な夜というよりは、2人で寄り添ってゆっくりとした時間過ごしたいんだとか、そういうことを感じます。じゃあ早速タロットカードでお相手がどんなことを妄想しているのかなっていうのを早速見ていきましょう。カード7枚もらっていきます。まずあなたとちぎりを交わす前、交わしている最中、交わした後っていう流れ、一連の流れと、そしてこの最中のあなたってどう見えてるのかなっていうところ、そしてじゃあお相手自身はどんなお気持ちっていうところまで見ていきます。そしてお相手が今伝えたいことっていうのも見ていきましょう。いや、その寄り添ってね、静かに過ごしたいのかなと思ったら、どうやらそうではなさそう胸の中の、秘めている思いっていうのが爆発しそうですね。はい、もう少し見ていきましょう。ではこの7枚でもらっていきます。
まずはそうですね、そのお相手とあなたが、同じ社内とか生活の中に一緒にいらっしゃるように感じます。日頃から見ているよとかですね、同じ社内の中にいたら働いているあなたの姿を見ていたりとか、お友達関係だったりとか日常よく見るよっていう風に入ってきます。でそうじゃないよっていう方でも、今のところは一旦置いておいて、この後見ていきましょう。まずあなたと一緒にいる時、まさにこのようにね寄り添っているところから始まります。物語が始まる。そして社内、同じ会社とかだと社内の中で始まる可能性もあるなっていう風に妄想の中で入ってるから、仕事中に妄想してるかもしれないし、その会社の中でっていうシチュエーションで考えてる可能性もある。そして同じ、生活圏内にいないっていう方はね、今ここ一旦置いておいてください。でまずあなたとこうやって寄り添っている時にまず始まっていく、お誘いしていきたいんだっていうのが入ってきますね。一方的に始めていくのではなくて、どうですかっていう風に親切にまず持ちかけてきてくださると思います。今夜どうですかとかっていうお誘いだったりとか、もう少しさりげないかもしれないですね。ロマンチック要素も入ってるかもしれないですね。なんかそのデートをしてちょっと高級なホテル取ってあるんだけどよかったらどうとかね、そういうことをさりげなく伝えてくれて、その強引に物事を進めようというよりは、初めはなんか親切にエスコートしてくれたりとか、今すごくね強調しましたね、初めはってなぜだったらこの最中とかがすごく盛り上がるからなんですよね。そういう意味でね、奥底に秘めた思いっていうのは魅力的なあなたにメロメロになっているよっていうのをね隠しているような気がします。だから最初はちょっとジェントルマンっぽい、紳士っぽく、どうですかとかロマンチックにそれとなくこうお誘いしてみて、じゃあ一晩みたいな感じに持っていこうかなっていうふうに思っているのかなと思います。心の中っていうのはこのようにもうあなたにメロメロなんですよっていう魅力満載っていうね悪魔のカードが入ってるし、なんだったらね下心持って最初からお誘いしてますよっていうのもあるんです。それはあなたのことが好きだからっていうのがあるんですけどね、この中に秘められた思いは。なので一見クールに見えているんだけど、心の中は結構、いろんな濃厚なことを考えてるんじゃないかな、妄想してるんじゃないかなっていうのが出てますし、この人の妄想、じゃあどんな妄想なのって見てると、やっぱりかなり濃厚な内容になってるんじゃないかなっていうふうに見ています。いろいろやりたいことあるんだけど、そうですね、そのあなたと初めての夜を過ごすのか、それとももうすでに何回かちぎりを交わしていてもう何度目かの夜なのかにもよるんですけど、もし最初の夜を過ごすんだったら、最初はやっぱり隠して、心の中にねこの欲望を隠して、なるべくお上品にエスコートしていきたいなっていう風に考えてるとは思うんですけど、これ回数重ねていくと自分の妄想だけに収まらずに飛び出してきそうな感じがします。今日はこういう遊び方で楽しんでみましょうかとかね、お誘い方に変化球をつけていったりとかするかもしれないですね。いろんな遊び方、楽しみ方、愛し方っていうのをしてみたいなとか、あなたとそういうことをたくさんできたらいいなっていうのを考えているし、まずこの妄想のこの最中っていうのもすごいここにねカリスマ性とかを表す悪魔のカードが出てるし、誘惑も表してるので、いかにあなたが性的魅力があるかっていうのがもうドストライクに入り込んでるんですよっていうのが伝わってくるんですね。そしてそのあなたとちぎりを交わした後っていうのはお祝いのカードなんですよ。乾杯カードですよ。あなたと一緒に杯交わして嬉しかったみたいなね、そんなもう嬉しくてハッピーすぎてもう空舞っちゃうよみたいなね、それぐらいもうウキウキしてるっていうのが伝わってきますね。本当に喜び祝杯っていうことで、だからちぎりを交わした後にちょっと軽くワインでも飲もうかとかっていうね感じも出すかもしれませんね。はい、そしてじゃあこのちぎりを交わしてる最中のあなたってお相手からどんな風に見えてる、妄想されてるのかなっていうと、ソードの6番のカードが入っています。
でそしてお相手自身は自分自身のことをどう思ってるのかなって言ったら、忍者のカードが入ってるんですね。自分は落ち着いて、紳士的に対応していこうって思ってるんだけど、ここね、心の中とかその実際このことに及んでしまえばもうウキウキなんですよね。メロメロのウキウキなんで、いくら表面上クールにやろうって思っていても、そこはもうここに勝てないんじゃないかなってぐらいね、ハッピーハッピーハッピーですねっていうお相手のねミームが聞こえてきそうです。でも自分はいろいろ考えて、自分のやり方であなたをエスコートしたいとかいろいろ考えてはくれていると思います。この最中もね、自分自身を客観的に捉えるようにしているんだけど、いやどうしても流行る気持ちの方がね、嬉しい気持ちとかあなたに触れる喜びとかの方が強くて、後からね考えるんじゃない、あの時もうちょっと冷静に落ち着いてエスコートすればよかったなとか、最初の時にあなたと話し合って今晩どうですか、いいですねとか、そんな風にやり取りしていたのに、途中から自分本位な流れになっちゃった気がするなとかね、そういうことを後から考えるかもしれないですね。でもこの最中っていうのはもうハッピーハッピーハッピーですね。そしてこの最中のあなた、お相手からどんな風に見えてるかっていうと、とても美しいよっていう風に言われてるのと、あなたの好みを把握してるような気がします。ここがあなたの、いいなって思ってるグッドなポイントっていうのを把握してそうな気がします。初めての夜だとしたら相性いいんじゃないんですかね。あなたがいいなって思うところを見つけることができるよっていう風に伝わってきます。そうですね。そしてあなたの方からも、受け身だけではなくて寄り添ってくれる、向かい合ってくれるとか向き合ってくれる、自分のプレイスタイルに対してあなたが応じてくれるっていう風に感じてると思います。そう見えてるっていう風にね出てきていますね。そしてここが課題もしくは期待に思ってるところなんですけど、すごくあなたに触れたいっていう気持ちが強くて、ここもね大きいですね。ワンドのエースが入ってきてるので、自慢したいことがあるんじゃないかなって思うんですね。例えばスタミナだったり体力的なことだったり、突発的なことだったり、あと悪魔のカードも入ってるから絶対後悔させないよっていう自信があるのかもしれない。自分の技ね、匠の領域まで行ってますよとか、大きな技を繰り出してるのかもしれないし、あなたと喜び合うっていうのがずっとこの人のテーマなんですよね。最中の時はあなたに夢中になってるし、時にはね自分のやりたいようにやってしまったような気がするっていうのが後から出てくるんだけど、もう最中は夢中ですよ。でもこの前後っていうのがあなたっていうのが必ず出ているので、自分だけが満足すればいいっていうものでもないし、もちろんあなたにも喜んでほしいって気持ち持ってるし、2人で協力して喜び合って、ここはちぎりを交わし合っていくんですよねっていうのが入ってるんですね。あなたのこともちゃんと思いやってくれてるっていうのが出ています。で見てこれすごいでしょみたいなことを何か言いたいような気がするし、お相手がそれを望んでいると思うんですね。すごいっていう風に言ってもらえるのが嬉しかったりとか、あと結ばれた時に喜んでくれたりとかするとすごくモチベーション高まるとか、なんか次につながるとかね、そんな風に感じてらっしゃるので、ここはねこのお相手のいいなって思うところがあったら素直に褒めてあげるとすごく喜ぶんじゃないかなと思います。なんかね、あと期待で胸いっぱいっていうのが入ってるので、不安とかっていうよりだったら自分がはちきれんばかりの興奮と期待で胸いっぱいなんですよってことが伝わってくるかなと思いますね。そしてこちらがお相手からあなたに伝えたいこととして入ってきていますメッセージですね。ここはねあなたに受け止めてほしいっていうのが入っています。相性がいいと思うんですね。お互いが理解し合えるというか、
伸ばし合っていけるような関係性だと思うんです。お互いの長所を伸ばし合っていけるような、そんな関係性ですね。そしてあなたは好奇心旺盛なところもあるんじゃないって、知的好奇心っていうのかな、好奇心そのものかもしれません。そして情報収集もうまいので、いろんな情報を知ってるし、そして軽やかで自由に流れるようなところが魅力的だよっていう風にお相手からのメッセージで入ってきています。空気読むのもうまいしね、いろんな情報を持ってるんじゃないかっていう風に、このちぎりのことに関してもね、好奇心も旺盛だから、そのお互いが楽しんでちぎれるような妄想をこの人はしていると思います。時にはちょっとアブノーマルなことも考えてるかもしれない。でもそれもあなたは受け止めてくれるし、それぐらい相性がいいからこそね、いろいろ楽しくいろんなことやってみたいんだっていうのが伝わってきますね。はい。そしてお互いこれからも伸ばし合っていこう、いいところを認め合って褒め合って伸ばし合っていこうっていうのがお相手からのメッセージ。そして甘えたいっていうのもちょっと入ってくるかな、あなたに。時々自分がリードするし、ところどころあなたに甘えたいとか、その要所要所で切り替わったりとかするかもしれませんね。全部が自分がリードしていきますよというよりはね、やっぱり一緒に喜び合って作り上げていけたらすごくいいなっていうのが入ってるかなと思います。これがお相手からのメッセージでしょうか。ではあとはお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらは素晴らしいカードなんですよね。こちらの2番をお選びいただいた方、これ結婚です。もしくは約束や契約、ちぎりっていうそんなものですねを表しています。で、人生と愛に自信を持ってくださいというメッセージなんです。これ結婚を表しているカードなんですよね。ウェディングっぽくない絵柄だから分からなかったと思うんですけど、結婚またはそれに近しいような約束のことを表すので、そして今回は、夜の妄想とかちぎりのことについてお話ししているので、この方とのちぎり妄想には収まらない現実になるんじゃないかって、約束のカードです。愛を約束します、つまりちぎりを約束したいですっていうこともね、言われてるんじゃないかなと思うんですね。なのでこれから現実化に向かっていく可能性がある。で、その現実化になった時にこのように流れるかっていうのはわからないんですが、妄想の一部なだけなので、ただそのお相手のお気持ち的にはやっぱりあなたと一緒に作り上げて喜びたいんだっていうところがね、すごく伝わってくるし、あなたのことすごく夢中だよっていう風に言われてるから、すごく魅力があるんだと思います。いずれこのお誘いしたいなっていうのがね、伝わってきますから、ここは楽しみに待ってみてください。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、お相手が昨夜あなたのことについて考えていたことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手が昨夜あなたのことで妄想していたこと、夜の妄想、夜のちぎりシリーズです。よろしくお願いします。まずはロマンスエンジェルカードでお相手の妄想のテーマ1枚もらっていきましょう。そして今回は選択肢ごとにタロットカードを変えています。はい、3番の方はこちらのタロットカードです。はい、まずはお相手のテーマ1枚もらっていきましょう。これは何か危険を知らせる、何かを知らせるっていうことで、お相手の中で危機感を感じてるか、今すぐあなたに何かを伝えたいことがあるっていうのが入ってきます。それは一体どういうことなのかなっていうのが後からね、またロマンスエンジェル使うかもしれないので、ここに1回置いといて、まずはタロットカードでそうですね、先にちょっとロマンスエンジェルカードでもう1枚深掘りして見ていきましょうか。何か伝えたい、それは危険
危険を知らせる、何かを伝えたい、なんだろう、なんか緊急性のあるカードですね。もう少し見ていきましょう。シチュエーションとしてね、こう緊急性のあるような内容なのかもしれないですね。これを見るとソウルメイトのカードです。緊急性を持って伝えたいことっていうのが、何かを知らせる、なんか注意してっていう風に言われてて、じゃあそれ何っていう風に聞くと、ソウルメイトを引き寄せてますよっていうことで、じゃあどういうことなのっていう風になるじゃないですか。でもこう組み合わせると、一番はこの何を伝えたいのっていう風に聞くと、ソウルメイトが近づいてきてるよっていうこと、そしてそれを知らせたいっていうねカードが入ってるので、急いで伝えたい、それは何？ソウルメイト、お相手の妄想としてそういうシチュエーションなのかもしれないですね。あなたとお相手がソウルメイトの関係性で、ソウルメイトというのは運命の人だったりとか、魂のつながり、相性の合う人として、受け取っていただくといいんじゃないかなと思います。普段私ソウルメイトっていう言い方しないので、そうですね。ただそのお相手の妄想の中では、あなたと相性がいいとか、もう運命の人っていうことを急いで伝えたい。だけど何か気になる、引っかかることがあるんじゃないかなと思います。では見ていきましょう。今から見ていくのは、お相手の妄想としてどんな流れで一連の流れ始まっていくのかなっていうことと、そしてその最中にあなたはどう見えてるのか、そしてお相手自身はどう考えているのか、そしてお相手が伝えたいことっていうのをもらっていくんですね。はい、もらっていきますね。でもしね必要であれば補足でまたカードを追加していこうと思っています。まず今のあなたの状態どうでしょうかっていうことが入ってきてるかなと思います。いや、私今ね精神的にも肉体的にも何も問題なくて大丈夫ですよっていう方はね、今のことはスルーしてください。で、最近寝不足とか自分の体力とか精神面的にちょっと崩れがちな人とか、あとそうですね、なんかこう、そうだな、特に子宮のあたりだったりとか月経痛がひどいよとかっていう方とかもね、そこ心配してるような気がしますね。お相手からのメッセージとして今伝わってくるのが、はい。で、いや大丈夫だよっていう方はねスルーしてください。そしてそれを踏まえつつお伝えしていきましょう。まず物事の始まりっていうのはね、この人すごく真面目な方なので、そして純粋ですよね。すごく純粋で真面目な人っていうのが入ってくるから、何かこうお見合いでもするんですかっていうようなね感じで一瞬入ってくるんですけど、まず真面目さとかその堅実さが自分の取り柄ですってことをこの人は伝えてきてくれています。で、安定しているので、あと基盤がしっかりしているっていうのも伝わってくるから、純粋ね、純粋にあなたを愛しているし、あと体力には自信がありますよっていうのはねもう入っています。いろんなことがあっても最後まで粘り強く達成することが自分できますから信頼してくださいねっていうことを伝えていてくれてるのかなと思うんですね。なんかこう刺激的なちぎりとかっていうよりは、オーソドックスなっていう風に捉えるといいのかなと思います。でもここね、匠の技を表すペンタクル8のカードが最後入ってきてるので、最後の方になるにつれて盛り上がっていくのではないかと思います。決して派手さとかちょっと恥ずかしくなるような甘いセリフをささやいてくれるとか、そういうのはないかもしれないけど、最終的にはすごく良いものになるのではないかと思いますね。はい、粘り強さが取り柄ですっていうことで、毎日コツコツ頑張りますよって、いずれはプロ並みの技術を自分は身につけるんですっていう
ペンタクル8が入ってるから、このお相手のこの一連の流れとして最終的にプロとして終わっていくんですよ。起承転結が全部真面目がまず基盤で、あとその上の層に純粋さっていうのがあります。だから下心とか誘惑とか、性的魅力とかっていうよりは、なんかこう純粋な気持ちでつながり合いたいとか感じ合いたいとか、ただそれだけなんですとか、ただ愛してるだけなんです、その気持ちだけなんですとかね、そういうのがすごく強く感じるかなと思います。あなたの反応も見ているし、受け取ってくれてるかなこの気持ちとか、感じてくれてるだろうかとか、そういう様子も見ていきながら、様子見ながらやってるっていうのがね伝わってきますね。すごく純粋な方ですね。はい、そして自分とあなたっていうところを見た時に、ここなんですよね。ここじゃどうなのかって言ったら、あなたの痛みを理解したいっていう気持ちが入ってるんです。カップの3番フレンドシップのカードなんですけど、これはお祝いとか喜びとかを分かち合うっていうカードではあるんですが、今ここから入ってくるのは、ここがね、お相手から見たあなた、ソードの3番なんですって。お相手がカップの3番を出していて、あなたに共感したいとか、あなたを理解したいっていう気持ちが強いんじゃないかと思うんですね。そしてお相手から見ると、あなたっていうのはなんかその軽やかで自由を愛していたりかと思ったら、行動力があったり、一緒にいて面白いし、あなたが賢く立ち回るところとかもよく見ているし、それを一緒に楽しみたいなっていう気持ちもある。ただ今のあなたの状態が、もし体調不良とかメンタルの不調とかがあるのであれば、そこを理解していきたい。または過去のトラウマだったりとか、そのちぎりのことに関してだったり、恋愛のことに対しても前向きになれていないのであれば、そこを自分も寄り添っていきたいなって、そういう気持ちが今見えています。で、そうじゃないよっていう方は、もうあなたのことを射止めたいなっていう気持ちですね。そして自分がもうちょっとね、ロマンチックに愛の言葉を囁いていきたいなっていう風に見ている。そしてあなたと結ばれることは本当に純粋に嬉しいことだっていう風に入っています。ただここにね、何か緊急的に伝えたいことがあるよっていうことが言われてるので、そこは何でしょうね、体調面や心身心のことかもしれないし、魂のつながりっていうのがここで出てきてるから、そうお互いの今ご縁のことだったり、そうですね、つながりとか魂レベルのことで何かを伝えたいっていうことが言われてるかもしれないですね。はい、では見ていきますね、その後も。そしてここですね、今お相手が何を望んでいるのかとか、何か不安なところあるのかって言ったら、マジシャンのカードが入っています。とても大きいですね。自分にしてあげられることあるんだったらしていきたいとか、手を尽くしたいっていうことが言われてるし、それは妄想とかちぎりでも同じようなことを言われてるかもしれないですね。自分が、地味とかって思われてるんじゃないかとか、なんかあまり刺激がないっていう風に思われてるんじゃないか。もしそうだとしたら、もう少しロマンチックなセリフを囁いてみたりとか、自分だってやってみたいんだとか、やれるんだっていう風にね、思ってる可能性が高いですね。いろいろアイディアを凝らして、これから工夫をしていきたいっていうのが入ってますから、明るい気持ちではいますね。期待の方が大きいんじゃないかと思うんです。いろいろやってみたいんだって、そして喜んでもらいたいし、自分も楽しくやりたいしっていうのが入ってて、そこに対してあなたは喜んでくれるだろうか、強調してくれるだろうかっていうところも考えてると思いますね。でもできるぞっていう自信もあるから、これからもしね、刺激不足だわっていう風に感じてる方に関しては、このお相手は変わるというか、プラス要素を自分の中に組み入れていって、あなたを喜ばせようっていう気持ちが高まっていくんじゃないかな、それを実行するんじゃないかなと思います。ちょっとね、ここのあたりが気になるんですけど、あなたの状態がどこに当てはまるかなっていうことで考えてください。そうですね、でも何か知らせたい、何って言ったら、魂で呼びかけたいことがあるっていう風にね、伝わってくるかなと思いますね。
そしてなんかやっぱり1枚出した方がいいのかなと思いますね。お相手からのメッセージがここなんです。ソードの、プリンセスソードのページのカードですね。お相手が伝えたいこと、まずあなたどうかなって、あなたが今考えてること、タワー、なんかこうお相手との間で今突然何かが起きたとかっていう方もねいるかもしれないですよね。何か伝えたいって、これも衝撃とかを表す、予期せぬ出来事とかね、そういうことを表すタワーのカードで、こう2人の間で衝撃が走る出来事があったりとか、もうすでにあって、あなたが今胸を痛めてるっていう方もいるかもしれなくて、どうですかね。これをもし妄想とかちぎりで当てはめていくのであれば、お相手が伝えたいことっていうのが、この一番はねここなんですよ。何を伝えたいのって聞いて出したのがこのソウルメイトのカードなので、2人のご縁について強く強調してるんですよ。2人は結ばれてるって、魂の結びつきがあるんだよってことを急いで伝えたいって、それに早く気づいてほしいとか考え直してほしいとかっていうことで、そしてあなたの状態とかを見ていると、いや、そのあなた自身のやはり何か心が揺らぐようなことがあったりとか、なんか落ち着かないような状況なのかなとも思います。で、お相手が伝えたいこと、ここもう1枚出していって、お相手が伝えたいことっていうのがこのカードとこちらですね、ワンドの2番、安心して、例えばもう今ゴタゴタしてることがあればそれはもう終わるよ、そしてその後2人で足並み揃えてやるんだって、課題が今あるとかトラブルに巻き込まれてる何かあるっていう方はそこ達成する、クリアするっていうことがね、お相手からのメッセージで入ってきていますし、だから周りのことだったりとか、何も不安に思わなくてもいいよっていうふうに言われています。あとはやはりお互いがここでお互いを伸ばし合っていけるような関係性だからねってことも伝えてきてくれてるんじゃないかなと思うんですね。はい、どうでしょうか。お相手はこれからしっかりあなたを守っていきたいと思っているし、2人で目指していきたいっていう関係値だったり場所があるのかもしれません。理想像っていうのがあって、そこにあなたを連れていきたいと思ってるから安心してついてきてほしいっていうことがお相手からのメッセージですね。どうでしょうか。今回ねちぎり妄想で見ていったんですけど、ちょっとねこの辺りのカードが続いて出てきていると、何やらあなたもしくはお相手と2人の間に何かがあるのかもしれない、今現在ね。だとしたらお相手が一番伝えたいのはここですね。2人は結ばれている、魂は結ばれてるからそこ信じてついてきてほしいっていうことです。はい、ではあとはですね、こちらお選びいただいたオラクルカードです。これは自由を表すカードです。自分を自由にしてあげましょう。誰かのために時間を使いすぎることはありません。自分のために時間を使いましょう。今自分に時間を使う時ですっていうね、自分自身を解放させてあげましょうっていうことです。あなた自身がいろいろ抱えていて動けない、今前向きに肌を重ねることができないっていうことを感じてるのかもしれない。そこから解放されていくんですよっていうメッセージかもしれないし、このお相手が今すぐ伝えたいこのソウルメイトのカードについて、あなたが誰かのために時間使いすぎることないよっていうふうに言ってるのかもしれません。それぞれでお受け取りください。今回はお相手の夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、昨晩あなたのことについて考えていたことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。今回はですね、夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、お相手が昨晩あなたのことで考えていたことについて見ていきました。いかがだったでしょうか。はい、そして今回はですね、3種類のタロットカードをそれぞれの選択肢で分けて使わせていただきました。
なぜかというと、タロットカードしか今回は使っていない、1種類のタロットカードだけで展開してスプレッドして見ていったので、選択肢ごとにタロットカード変えてみました。いかがだったでしょうか。めったにこういうことしないんですけど、今回はやってみようかなという気持ちになってやってみました。そしてこちらのタロットカードは選択肢2番の方で使わせていただいたものです。こちらからプチ3択占いを行っていきます。あなたの性的魅力より開花していくために何を今気をつければいいですか。どういうことしたら魅力開花、もっとねさらなる魅力開花へつながっていきますかっていうヒントになる一言をもらっていきましょう。はい、3枚出していきます。はい、では見ていきましょう。そして、選択肢とは関係なく左、真ん中、右と今直感でピンとくるものをお選びください。では今回は右をお選びいただいた方から見ていきます。右の方です。ペンタクルクイーンのカードです。家庭的なところをアピールしていきましょうというのが出てきています。単純でいいと思います。家事、料理を極めてみる、お裁縫でもいいですし、家の中の整理整頓でもいいし、自分のお部屋、お家の中っていうのを守るっていうことかな。育むっていうこともそうなんです。ペットを育てるとか、草花、観葉植物を育てるのもいいですし、お家でねガーデニングしてもいいですし、あとお家の中で着るお洋服とか身の回りのことを一回見直して改善していってもいいですし、うちの中でも気合い入れるというか、うちの中のことに集中する、家の中のこと、部屋着を買い替えてみるとかですね、家の中でも無理ない程度でね今できること、お家の中でできることだから、例えばマッサージしたりとか、毎日ストレッチしてみたりとか、体を動かすことだけじゃなくて料理とかね、育てる植物とかガーデニングとかお野菜とかね、そういうのもいいんじゃないかなと思います。うちの中のこと、今具体的なアクションとして何かすればいいかなって言ったら、家の中の見直しっていう風に出てきました。真ん中お選びいただいた方、そして左の方はね、自分に自信持ってくださいって言ってるんですよ。これも伝わってくるので、自分のその性的魅力ないんじゃないかって、異性にモテないとかそういうことを考えている方は全然そんなことなくて、魅力十分ね異性に伝わってるから自信を持ってねっていう風に言われています。そしてより自分の魅力を開花していけるために家の中にヒントがあるよって言われてるから、多分あなたが育てたりとか自分でオリジナルのレシピを作ったりすることが好きなんじゃないかと思うんですね。あとは家の中でできること、運動やまたは SNS かもしれないですしね、何かを通じて自分の中で育むとか、誰かの面倒を見るとか創作するっていうことができると思うので、この家の中っていうのがヒントです。はい、お待たせしました。では次、真ん中をお選びいただいた方です。ペンタクル4番です。あなたの一番大事だって今思ってるもの、今自分自身に対してここ自信持ってるよって、誇り、自分の誇りですよね。これを一番の魅力としてアピールしてくださいって、そのままでいいよって、万人受けしなくていいんだって思ってくださいって。みんながみんな世界中たくさん人がいる中で全員に愛されるってことはまずないから、でもね、自分が求めてる人が自分を求めてくれるのが一番いいくないですか。そうなんです。多分この方は多分そう思ってると思うんですよ。私と一緒で、そこをこだわり抜いてもいいよっていう風に出てます。あなたのその一番大事だと思ってる気持ち、心、何が一番大事なのか、今そこですね。そこは改善する必要ないって。たとえそれが他の人から見てあなたこだわりすぎよっていう風に言われるかもしれないけど、それ言われる人とそうじゃなくて、あなたのことそこがいいよって言ってくれる人がいるから、こっちの方に目を向ければいいんだって。あなたを否定する人たちのことは目を向けなくてもいいよって、あなたのその大事にしてるものを大事にし続ければいいっていう風に言われてますね。はい、
多分あると思います。心の中に今自分がこういう恋愛したいんだとか、あと好きなお相手に対してこの人がいいんだとかね、誰に何と言われようとこの人じゃなきゃ自分はダメなんだっていうふうに思ってる強い思いがあると思う。それいいよってそのまま思ってる、その思い続ける気持ち、自分の信念、そういうところがあなたの魅力をより開花していくから、強い信念持っていってっていうふうに言われていますね。大事な自分のポイント、チャームポイントだったりとか、自分の持ち物もそうかもしれないですよね。これがあるから自分の気持ち、テンション上がるんだっていうラッキーチャームとかがあるのかもしれないし、それそのまま大事にしてねって言われています。では次、右をお選びいただいた方です。こちらですね、ペンタクル6番です。これは与えるもの、与えられるもので、ここねうまく調和していきましょうっていうカードですね。そしてあなたの性的魅力アップのヒントになることなので、みんなに親切にしていくこととか、気配りすること、感謝の気持ちを伝えることとか、自分が誰かに優しさをもらった時、思いやりをもらった時っていうのは同じ分思いやりで返していくとか、そうですね、自分がもらった恩恵は誰かに自分も循環して返していく。これがあなたの今性的魅力アップにつながることだって言われています。エコひいきすることなくね、自分もエコひいきされることなく、ここは今バランスとってやっていきましょうってことで、バランスっていう言葉が入ってくるから、その受けたものを返すってことは呼吸するようなものと一緒なんですね。息を吸って吐くのと同じだから、あなたが今何かを吸収してるんだったら、その分何かを吐き出さないといけないんですよ。で、プラスなものを吸収してマイナスなものを吐き出すっていうようなイメージをしてください。そしてうまく心と体のバランスをとっていきましょう。そんなメッセージも伝わってきます。そしてペンタクルのカードなので、肉体的なことや経済面なこと、目に見える形として現れているものも言われてるかな、現実的なものとかも表してるかもしれません。生活の基盤を整えていきましょうっていうことかもしれませんね。そして今困難だっていうふうに思っていることに対しても、あなたが誠実に粘り強く取り組んでいくことで成功していく確率が高まっていきます。自分の魅力アップのためにコツコツと取り組んでいくことがいいでしょうっていうふうに言われています。はい、なので分かりやすく言えば、1ヶ月マイナス5キロのダイエットよりだったら、1ヶ月1キロずつゆるーくダイエットを長く続けていって、半年後にマイナス6キロだけどリバウンドしない、そんな体を手に入れるというようなイメージでしょうか。はい、これを生活面に落とし込んでいきましょうっていうバランスのカードも入っていました。こちらもぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画投稿していきますので、よろしかったらまた遊びに来てください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もお会いしましょう。